みんな上がってしまった。まだエントリーできるか。2種類の勝ち方。儲かる銘柄2つプラス5つ。さらっと紹介。株価が上がってみんな儲かっている。投資していない古い考えの人間が一番損をしている。両親と食事に出かけることが多くて、最近ね、メニューの価格が高くなったと思いませんか？物価の上昇で、高くなったなーって感じる機会も多くなったんじゃないですかね。投資をしている僕たちっていうのは、それ以上の恩恵を受けているんですよね。やっぱり自分のパパでも車1台分ぐらい評価額上がったとか言ってましたね。30年間のデフレの時代から2022年あたりからインフレが急に日本って加速するようになって、2000万円貯金していてもね、年間120万円くらい投資をしている人、してない人で差が生まれていってるんですよ。お金持ちが賢いっていうのはお金の価値が下がるから。株と不動産、仮想通貨の評価額が上がって当然ということを知っています。株の価値が上がっているっていうわけじゃなくて、お金の日本円の価値が下がっているから、評価額、資産額っていうのは増えていってるんですよ。これが投資の本質で、資産を守ってさらに増やしていくためには、お金を違う商品に変換する必要があるっていうことです。住宅を30年間ローンで買った。車をローンで買った。一見かっこ悪いようには見えるんですけど、これって金利 1% とかせいぜい 2% くらいで、僕たちとか投資っていうものは 5% 年利で運用できるわけなんで、2000万円の家で 5% って言ったら100万円評価額、利益が生み出せるわけなので、それはね、かっこ悪くてもローンして、どんどん回していくべきなんですよね。お金というものを違うものに変換して、たとえそれがローンであってもね、ローンを組んでも、そっちの方が利回りが高いから。さて、それでは本題である銘柄紹介に行きましょう。銀行預金をインフレの対策として逆にお金の価値が下がるんだったら株に変換させてお金を増やしていきましょう。今回もダウンヒルとヒルクライム型の2銘柄を深掘りして監視している5銘柄を軽く紹介していきます。証券番号7839小 A。 選んだきっかけ、小 A は所有していて、含み益に気づいてね、チャートを確認したんですよ。で、75日平均移動線に突き当たっているので、これってトレンドの変換具合なんじゃないかな。そういえば週足チャートを見てみても、だいぶ下がってたからな。そして去年の10月あたりからこの出来高っていうのがいっぱい入ってきた。結論言うと、僕はこの後注文して200株保有にしました。配当金支払い月は12月の1回のみですので、配当金は全く当てにならないです。1年間保有して利回りが 5% は資産が増える、資産が潤沢にある人っていうのは問題なく生活できるし、長めで見てみてもいいんじゃないかなって。僕の場合は運用額700万円ほどなので、今年も利回り 20% 以上を目標にしていきます。さて、どうして僕が省エの株を200株買ったのかをこれから解説していきます。指標や株主構成など根拠を探していきましょう。チャートでお得、今検討すべきか。長期トレンドの目安である75日移動平均線にタッチしています。25日移動平均線はすでに上昇トレンドを形成しています。週足チャートをご覧ください。去年の4月から株価が暴落した時から出来高が多くなってきているので、新規の投資家がエントリーしているっていうのがわかりますよね。一番のハイライトは時間軸の11月17日で、価格ボリューバンドだったら1911円に5週間分の出来高が一気に集中しています。機関投資家の場合だったら SNS 部署を使って株価を上げてくる。売り圧力も弱まってくることから上昇トレンドがこれから始まるでしょう。配当金、優待、利回り、時は金なり。配当履歴、安定性、決め繰り配当の誤差ではないか、減配しないかという確認を行います。省営の株主優待は、自社取扱いのノベルティグッズや割引券。ノベルティグッズにつきましては、毎年違うものが選定されるということで、年ごとに内容が変わる可能性が高いということ。15% 優待割引は、省営の高級ヘルメットを買いたいという人にとっては魅力的かもしれないです。とはいえ、全員がバイクを乗ってるっていうわけでもないので、しかもバイクに乗って省営のヘルメットが買いたいんだっていう人って、少ないと思うので、株価への影響っていうのは限定的となりそうです。投資をしている省営のヘルメット大好きなライダーっていう人少ないと思う。配当成功は 50% と高めです。10年前から変更はしていないので、売上が向上して配当利回りが高くなっていくことは間違いないですね。銀行の定期預金 0.01% よりは400倍増し。定期預金に貯金している人っていうのは絶対資産投資した方が資産って増えてきます。100万円株買ってたら、12月の権利確定日で33,000円湧いてくる。それまでに株価の値上がりもしているだろうから、配当金とキャピタルゲインの両方をもらうことができる。もう時間は僕たちに味方してくれている。2000万円貯金したところで、毎年60万円資産が目減りしていってるんですよね。
旅行を我慢して食べるものを我慢してもお金が減る。お金持ちは資産運用して家族と旅行を楽しんで友達と食事を楽しんでついでにお金も増やしていくって二者択一じゃなくて両方選べちゃうんですよね。なぜか僕たちってお金か時間、愛かお金かみたいな選んでしまいますけど、両方選べるんですよね。さあ、どんな会社が強みか。商栄グループは連結子会社7社から構成されていり、乗用車ヘルメットの製造販売を主たる事業としています。つまりヘルメット関連事業ですね。一般二輪車の乗用車ヘルメットの売り上げが約 90% を占めていて、中でも高品質で高価値の二輪乗用車ヘルメットに特化して製造販売を行っています。売り上げが 90% って言っても、現代の日本、ものづくりでは物価の安い後進国に任せておいて、商事会社とか海外の工場とか土地の所有権を買って運用している既得権益の国となっています。金融資産世界一、どこの国だと思います？日本は何位だと思いますか？国民の生産性が第3位に落ちたのに、資産運用は企業が行うのが上手くなり、個人まで NISA の制度で普及しています。PR、PBR、ROE、業績、教科書の指標ではなく正しく読むためには比較を行うこと。株価指標のハイライト。目立つっていうところですね。自己資本比率の高さ。自己資本比率の目安が知りたいっていう方。大まかな目安からお伝えすると、自己資本比率 30% 以上で安定企業、50% 以上で優良企業、70% 以上で超優良企業と言います。商栄は超優良企業の 70% をはるか上、超越した 82% となっています。これがいいとどうなるかっていうと、安定性と信頼性の向上。自己資本比率が高いと企業は負債に対して比較的安定した財務基盤を有しています。これにより経済的な変動や困難な時期に対しても安定性を維持しやすくなります。また取引先や投資家からの信頼も高まります。現に僕や他の投資チャンネルでも取り上げられているんで、自己資本比率の信用の影響力っていうのは大きいみたいですね。高い自己資本比率っていうのは負債の割合が低くなるっていうことなので、金利の負担が軽減されます。企業は借り入れに伴う利息の支払いを減らして資金調達コストを抑えるということができます。すべての企業は自己資本比率高ければ高いほどいいかっていうと全然そうではないんですよね。自己資本比率が高いっていうことはお金を借り入れてなくて会社が成長するスピードを遅めることになる。こういう商栄とか払いとかブランドが確立されていて成長も必要がないっていう成熟企業にはよく見られる数値で、ベンチャー企業でこういう自己資本比率80とかだとちょっと失格ですね。PER は 15.7 倍。比較するのはヘルメットブランドの洗いがいいんですけど、非上場あいにく。商栄は工業製品っていうわけでもないし、衣服でもないですよね。比較対象がない銘柄です。15倍。とりあえずは過熱感がないかな。業績と株価が反映されていて、株価と人間の乖離っていうのは見られない。つまり安全っていうこと。ROE、資金効率が非常に高いのが商栄の特徴で、工業銘柄にはない PR の高さが持ち味です。普通は ROE って 6% ぐらいの業界なんですけど、26.1 ってめっちゃ高いですよね。日常生活には必要ないバイクっていうのは嗜好品なので、ヘルメットはブランドで成り立っている。なので、途中参入してくる企業がヘルメットを販売しても参入できないっていうのを知ってるから、この業界は独占状態。高い利益率の観点から株価は割安と言います。地方株主構成特定株不動株時価総額誰と戦うことになるかがわかる。株主は国内の個人投資家が多いけど法人企業が多く議決権を持っています。商栄に提出された対応保有報告書っていうのはなかったです。不動株の 10% は普通のレベルで特定株 47% は少し低いかな。つまり未公開株が多くて買収されない仕組みになっています。自己資本比率の高さといいかなり安定性重視ですね。この株主構成からのチャートに与える影響は不動株と特定株の概念について説明します。不動株は何かっていうと、企業が発行した株式のうち一般の投資家や取引所で自由に取引されている株式のことが不動株。この株は流通していて一般に投資家が売買することができるから市場の形成がそれでできています。この不動株が多い場合は市場の流動性が高まって株価の変動が比較的穏やかになることがあります。一方で特定株は企業の株式のうち特定の株主や組織が保有していて一般の取引が制限されている株式のことです。特定株は通常企業の経営陣とか大株主が保有していて一般の取引が難しいっていうかほぼできないですね。特定株が少ない場合、つまり不動株が多く一般の投資家が取引しやすい状況にある場合、以下のような影響がチャートに現れる可能性が
がある。それが流動性の向上。特定株が少ないと市場での取引が制限されないから流動性が向上します。これにより株価の変動が比較的予想しやすくなるっていうこと。もう一つがチャートパターンの信頼性。不動株が多い場合、テクニカル分析とかチャートパターンが相対的に信頼性が上がります。なぜなら取引が均等に行われることで価格のトレンドやサポート、レジスタンスがより明確になるからです。参加人数が多い、サンプル数が多いっていうと、それだけの分析が容易になるっていうことと正確になるっていうことが魅力的。だから、プライム市場でデイトレードをするっていう人が多いようですね。信用倍率の変化、個人投資家がかかっているのかが足跡でわかる。信用売りが増加して信用買いが減少している。つまり個人投資家は株価は下がるかなって思っているようです。チャートは上昇トレンドに切り替わろうってしているのに何を考えているんでしょうかね。ボリュームバンドで価格帯別で見たら1920円付近で買っている痕跡がある。この規模は機関投資家と考えられるから、情報部署で株価を上げてくるっていう定石が見てわかる。チャート分析第2段階の出来高、今までの要約を行っていきましょう。省エの株を選んだきっかけ、それは100株保有していて、含み益に気づいてチャートを確認したらさらに上がるかなと思ったので、200株に買い増ししました。今年の利回りは 20% 以上を目標にしています。あと、チャートの優れたパターン、特に長期移動平均線のタッチとか、出来高の増加があって、機関投資家の動きも確認ができます。配当や優待は魅力的ではあるんですけど、特に配当成功が高くて、自己資本比率が非常に高いことから安定性がある企業で、金利負担が軽減されるから、投資銘柄としてはそのリスクが低いかなと。特定株が少ないことからチャートに与える影響も検討していて、信用倍率の変化から個人投資家の足跡も確認しましたね。もっと下がると、いや、僕は上がると思ったっていう。注文価格設定、アルゴリズムの設定の公開、指値、損切りライン、監視、開始値段、利益確定のポイント。この時点、2006円で僕は200株購入しました。エントリーは2100円に達してからでもいいでしょうけど、利益は少なくなるし、上がると仮定していると、今上昇トレンドを確認しているんで、この値段にしました。損切りをできない人っていうのは、自分を間違いを認めずに成長できないですよね。成長できない人に儲けることなんかできない。損切りラインは1825円で絶対に入力するようにしてください。で、配当以上の値上がり益を確保できたら、撤退の準備を行います。上昇のトレンドで指値を自動で修正していきます。上昇から 3.5% の74円くらい下落したら利益確定を行います。これは欲張りすぎないルール、掟で絶対やっています。欲張りすぎる。その結果、暴落を回避できないとか、機関損失で塩漬け株になるっていう、そんな経験をしていたし、そんな無駄なことをしている人間も見てきた。だって今は下がっている銘柄に上がるかなと思ってエントリーするダウンヒルの銘柄なんですよね。じゃあ次はもう、すでに上がっているヒルクライムの銘柄を紹介していきます。やっぱこっちが勝率は高いと思います。あとはアルゴリズムの相性がいい。証券番号2678アクセル。どんな会社かっていうのはさておいて、まずチャートで買い時かどうか、ご覧ください。この見事な順張りのチャート。もうね、乗るしかないこのビッグウェーブに、冷やしチャートから再び上昇を確認してエントリーすれば利益がすぐに出る状態。そして日頃チャンネルで話している指値を自動で情報修正してくれるアルゴリズム注文との相性がいいので、ちょうどいいタイミングの銘柄を紹介していきます。株価指標の観点から標準的な値で人間の意識の乖離もないのでエントリーしていいかなと思ってます。さあ、この根拠を確認してリスクを確認していきましょう。配当金、優待総合利回り。配当履歴安定性、気まぐれが記念配当の誤差ではないか減配してないかという確認を行います。配当利回りは 1.7%。配当は高くはないので、この銘柄でファイヤーしたいっていうのは再現性に欠けますね。3000万円を運用したとして 1.7% っていうのは年間51万円なので、年金と組み合わせないと生活は無理ですし、配当成功 30% って高いので、利益余剰金、現物同等物の推移っていうのは微増しているもののほぼ横ばい。利益余剰金を無駄に貯めず、事業の投資に行っているっていうのが、売上の利益は成長を続けて事業の投資に行っているのか、そのおかげで売上の利益っていうのは成長を続けていて、インターネット事業なので需要はあって、さらに成長していく分野なんでしょうね。総合優待利回りは 3.67%。優待の価値2000円相当で年2回配布される。割引クーポンは501円以上の商品1個につき1枚利用できるとか、1回の注文で商品を複数購入する割引クーポンも複数枚利用することが可能。つまり501円ごとに1枚利用できるっていうことですよね。ラハコっていうサイトかな。日用品、食品、衣類など様々な生活必需品を購入できます。年2回、優待の権利確定付きは5月と11月。で、月末じゃなくて20日なんですよね。そこは注意です。配当金と優待利回りで相場を合わせて 3.6% なので、なくはない。どんな会社か強みか。ホームページ
これをバックにして話します。当社グループは e コマース事業を中心に展開しており、OA、PC 用品、事務用品、オフィス、生活用品、不良品、酒類、医薬品などの商品を販売しています。e コマースなんで何でもありっていう感じですよね。Amazon みたいなもんかなって。販売チャンネルはB2B 事業と B2C 事業に分かれており、つまり個人か企業相手かということですね。事業ではオフィスの現場向け配送サービスを提供している。独自のビジネスモデルでは、エージェントを通じてお客様の新規開拓や代金開始を担当していて、効率的な取引が行われています。子会社は物流、配送サービスや他素材の通信販売事業を展開しており、企業お互いに協力しながら時間やコストの無駄を排除しています。そうですよね。手数料とか消費税とかね、10% とかもう毎回発生するとたまらないですから、自社でやってしまってお金発生しない報酬提携っていうかサービスにしたらね、もう断然グループ子会社っていうのを作った方がいいですよね。あとは親会社と違って子会社を給料下げて、いやこの会社楽するはいい、給料いいよみたいな、トヨタとダイハツみたいなもんですよね。トヨタの給料はいいけどダイハツでしわ寄せがいって給料やコストでいじめるみたいな。話を戻しましょう。価格、商品品質、配送において他社に優位性を持つよう努力しています。連携企業と協業を通じて、製品ラインアップを拡充して多様な消費者ニーズに対応していますということ。また物流ノウハウを生かしたロジスティクス事業とか水の製造販売、ペット、ガーデニング用品の通信販売も手掛けております。この事業を通して幅広い分野でこの会社はサービスの提供と事業の拡大に取り組んでおりますと。まとめると、e コマース事業の利益が 100% 占めている会社、Amazon みたいなことをやってるってことですよね。会社の宣伝も終えたところで、投資家らしい株価指標の解説に移りましょう。このね、説明、どんな会社かっていうのはいらないよ。もしくはもっと説明してほしいよ。それは困るけど、言ったらコメントお願いします。PR、PBR、ROE、株価、業績、教科書の指標ではなく正しく読むためには資格を行うこと。はい、PR、株価収益率ですね。教科書では15倍とか書いてあるんですけど、自分で調べるのはめんどくさいですよね。これが本当か、類似企業比較を見ていきましょう。はい、ここですね。アクスルの PR が20倍、ちょっと上がってる。e コマース関係で上場している会社。割安化を判断するのに最適な材料ですよね、これらっていうのは。業界トップの証券番号3064のモノタロウが 31.5 倍で、企業価値が3倍以上あるので、比較するんだったら、この証券番号7984の国与、これが 14.9 倍。これを見ると少し割高になりつつあるかなと思います。次は時間軸で割安化を判断していきましょう。株価の上昇で売上が加算されているので、微調があるっていう数字ではないです。一方で、これまで紹介してきたバリュー株ではなくて、上昇トレンドが形成されている中で飛び込む状態なんで、ちょっと PR っていうのは高めなのかなと。それと自己資本比率が 30% で、類似企業と比較してみると、全力で成長に命をかけている数字に見えますね。ROE が 14.6%、類似企業に比較してモノタロウが 23%、国用アズワンが 7%が 12% で、アクスルは良好なパフォーマンスな方ですよね。配当金が目についたんですけど、この業界は配当が低くて、一番高いやつでもアズワンの 2%。指揮法株主構成、特定株、不動株、時価総額、誰と戦うことになるかがわかる。アクセルに提出された大量保有報告書。僕、漢字がすごい読みにくくて、今泉清友とかいろいろあるじゃないですか。でね、結局全部選択して、チャット GPT にポチってやってみました。で、結局これはどうなったのかって聞きたいんですよね。トータルで増加した株は以下の通りです。1303万株の増加が今年1月になってから提出された。1303万株。大体いくらかっていう総額は273.7億円。時価総額でこの金額を割ると、13.48% なんで結構大きい。いや、結構異常に大きい。230億円企業の 13.48% に相当する自社株買いに近い行為なんですけど、こんな状況でね、売ってくるバカっていう機関投資家はいないでしょうね。投資家の総意で上昇トレンドに影響を与えてるんじゃないかな。よし、みんな上がるとしてる。不動株は非公開。特定株が71%。チャートに影響を与えるのは国内の法人、外国法人と国内の個人が同程度。国内法人は指揮法の筆頭株主、特定株、これが 70% ぐらいなんでしょうね。それが特定株の買い増しがある場合、特定の投資家や組織がその企業に対してポジティブな見通しを持っているとして買ってきてるのかな。機関投資家、個人投資家もその増加に、特定株の増加に合わせて購入してるんじゃないかなってチャット GPT が教えてくれたんですよ。いや、株価がどうなるかっていうのはこれは言えないようにはなってるのに、質問の仕方によっては答えてくれるんでしょうね。問題はいつまでこの成長が継続するか、それとも、僕も興味があるんですよね。それなんせ利益がかかっていますから。
信用倍率の変化、個人投資家が買っているのか足跡がわかる。信用売りが減って、信用買いが増加。これは株価はこれからも上がっていくだろうっていう個人投資家の回答になります。75日移動平均線から帰還してきて、2300円に向けて上昇している最中です。チャート分析第2段階出来高。で、こっからのまとめっていうのは、ここだけ切り取っても TikTok とか YouTube のショート動画に使えるんですよね。メンバーにお願いしてショートに切り取ってもらうように。チャートでの魅力、株の検討、順張りチャートの魅力として、日足チャートとか、週足を見ても上昇トレンドが確認されて、エントリーすればすぐに利益が出るんだろうなって思ったこと。アルゴリズムの注文の相性はすごく良くて、指値を情報を修正してくれるし、だいたい2ヶ月間監視してくれるし、適切なタイミングの銘柄なんですよね。配当金とか総合優待利回りの件に対しても、配当金は 1.7% で、ファイヤーの再現性には欠けるんだけど、企業自体は成長を続けていて、余剰資金っていうのも全部成長につぎ込んでいるような数字ですね。あとは総合優待利回り 3.67%、しかもその優待2000円が年2回もらえるっていうのは嬉しいし、利回り的にありじゃないかな。株価指標の解説、PBR、ROE、PR は 18.9 で、業界トップの企業と比較をすると、やや高めかなと思う。自己資本比率 30% で成長志向性が高いなと。安定というよりも結構攻めている企業です。大量保有報告書と株の増加。今泉千佳子とか、魚住マチコかな。結果的に、とりあえず273億円増えて自社株買いに近い行為で、投資家の総意で上昇トレンドに影響を及ぼしている可能性があります。あとは、特定株が 71% で、ここ最近すごい買い増しっていうのがあった。あとは信用倍率の変化。信用買いが増加して株価が上昇傾向している。個人投資家がどう思ってるか、それは上がっていくんだろうなって。4万株設定アルゴリズム設定の公開、損切りライン、トレード開始ライン。どうですかねこの一覧、値段の表示が離れてたのでくっつけて、僕で見えなかったって言われた時があったのでね、2300円に向かって上昇トレンドを再開しています。2150円以下で買えたんだったら上出来ですね。万が一下がって、そういう時って自分じゃなくて機械で自動で損切りしてもらう仕組みを設ける必要があるんですよね。損切りラインは1957円。配当金の数倍の利益が出たらトレーディング開始。そしてね、情報修正の開始。じゃあいつからいくらからで、2279円から起動させる。アルゴリズムは2ヶ月ほど自動で見てくれます。僕が寝ていても、毎月会社員の給料12万円の2倍の利益が確定されたので、なんだこれ、この世界って不公平極まりないな。なんで働いてるのに14万。働かなくてもその倍の28万儲けたの。ヒートの能力ですよね。投資っていうのは。お金を操る麻薬じゃなくて魔力か。さて、終わりたいと思いますっていうのは冗談です。終わりと思ってないですよね。はい、今回はここまで掘り下げはしないですけど、アラームセットにしている銘柄を5銘柄ほど流していきます。あっという間だから見落としがないように。見落とすと機械損失に直結するから、それは個人の責任です。親戚とか友達、会社の同僚にも内緒にしてくださいね。証券番号3064のモノタロウ。やっぱり比較していて、みんな上昇トレンドに対してモノタロウがずっと下がり続けているんですよね。株価指標は割高っていうのが続いているんですけど、この今までの利益の実績が右肩上がりで上昇していることから、PR はもっと割安になっていくのは間違いないですね。で、いつ反発するかなと思ってずっと待ち構えてるっていうところです。アラーム設定は1560円に設定して、一応この1200円くらいにも設定してます。1200円を割ったらまたこの上のアラーム設定を下に変更します。証券番号4911の資生堂。これもね、いつまで下がるのっていう感じですよね。去年の7月から7000円あった株価が、半分近い4000円とか3000円割った3000円台に突っ込んだっていう時もありますから、PR は 70.5 倍ってもうめちゃくちゃ高いんですよね。配当成功も 100% を超えてるし、絶対買いたくない銘柄ですね。ただこの化粧業界っていうのは PR が高めの相場なので、30とか PR40 くらい、それが相場みたいですね。で、これがいつ上がっていくかなっていう、ずっとこの上のアラーム設定、下のアラーム設定を行っているっていうのを続けています。配当利回り 1.5% っていうのもね、全然大したことないですね。あとは Twitter でキャノンがいいよって配当成功が 48% で、つまり配当利回りが 3.74% いいじゃないの。ER も 12.9 倍だから、許容範囲内だな。めちゃくちゃ高配当で有名だったキャノンなんですけど、コロナで半額にするっていうね、それから株価さらに暴落したっていう時期があったんですよね。で、今回は20円増配されたということ。現在配当成功は 50% で、以前は100以上あったんですね。ただ売上が回復していっているので、配当利回りっていうのは 4% を超えてくる
るんじゃないかなって。上のアラーム設定が3850円くらいで、下の値段が3600円ぐらいに設定しています。上を突き抜けたんだったら、上昇トレンドに再び上昇入ったっていうことになるし、これを下回ったら、上のアラーム設定を修正しないといけないので、こういうことを地味に行ってます。だから適当に株を買うんじゃなくて、その時、買う時が、ベストのタイミングが来たらエントリーするっていう。これが、普通の人っていうのは、会社員やってると難しいと思うんですよね。1日20分とか30分かけてアラームを全部設定し直すんですよね。通知来てめっちゃうるさいなって思う時がありますけど、ただ事務作業をやっていた手取り14万円、それ以上の利益が入ってきてるので、全然いい仕事だなと思ってやってます。はい、次がプレス工業証券番号7246こう下がっていったんですけど、長期75日移動平均線を突破してしばらく1週間ぐらい経つので、もう買った方がいいかなって思ったわけです。このプレス工業ね、結構僕好きで、PR8.3 で低いっていうのもあるし、PR もこう1倍を切っているし、配当成功も 31% で成長の余力を残すことができるし、株主の還元も適正値なのかなと思う。あとは PR の時系列の安定性を見ると最近ちょっと上がってきたかなっていう感じですね。ただ配当利回りが 4% あるので、もう今買ってもいいなと。もう下でアラーム設定をしてピッ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 って鳴り続けているので、もうそろそろこう100株、300株買わないといけないかなと思ってずっと見送ってたんですよね。さあ次に行きましょう。ここはちょっと見てるのもあるけども、すでに利益確定してしまった銘柄たちですね。2銘柄。証券番号3197のスカイラーク。すごいね。PAR100 倍以上見たことないし、そんなのも僕買ってたのって思っちゃった。僕が買ったのはここなんですよね。出来高がこう分厚いじゃないですか。ここでみんな買い漁ってるなとか分かったので、ここで買ったんですよ。いくらだったか2100円で、そこから5万円くらい上がった時で、うわ、持っててよかったなと思ったし、もうアルゴリズムじゃなかったらこう途中で、家族売っちゃったんですよね。家族2人とも売っちゃって。アルゴリズムやっとけば、もう本当このてっぺん、ここら辺で売れた 3.5% 下落したここでね、売ったんですよね。もう利益もうめちゃくちゃうまい。株主優待もらいたかったところですけど、また下がったらね、買い増します。もう一つは日本製鉄。これ結構ね、レンジ相場で上と下の流れが安定してるので、市場に儲けやすいんですよ。デイトレードはしたことはないですけど、スイングトレードには結構うてつきの銘柄じゃないかなと思います。PR の株価指標も 7.3 で低め。まあ工業系は低めなんですよね。やっぱりこう化粧品ってすっごいもう相場がわからないので、でも工業大学を出ている僕だったらこの銘柄って詳しくは説明できるんですよ。PR7.6 倍。ちょうどみんな一緒ですね。どこ買っても一緒の水準なのかな。配当利回りもみんな 4% 台ぐらいなんで、あとは適切なタイミングがあるようにアラーム設定を行って、類似企業の3つにアラームが鳴ったところからエントリーしていった方が適切なタイミングっていうかな、機械損失がなくベストなタイミングでエントリーできるでしょうね。もう僕はこれ利益確定してしまったので、3200円ぐらいになったらまた買おうかなって。こう下がってきた瞬間に買っちゃダメですよ。下がってる途中なんで。ちゃんと上がりを確認してトレンドが上になってる最中でエントリーするのがもう絶対ここ鉄則です。もうそうやってね、もうヒヤヒヤしますからね。はい、皆さんお疲れ様でした。今回のその他銘柄、もうしれっと流したんですけど、いかがでしたか？これが、参考になったよっていう人、コメントで結構いらっしゃったんで、まあ、どうしよう、多数決しようかな。コメントでね、いや、この企画良かったなって言ったら、コメントに1。で、2銘柄だけでいいなと思ったら、2をお願いします。人数的に2が多いと思うんですけどね。僕としては、やっぱりこう、真面目に、まとめていかないとって思ったら2銘柄だけだってもっと欲しいっていう人がいるんですよね。細かくどこを説明してどこを省けばいいか分かんなかったので、とりあえず見当たる部分画面直接行いました。で、高評価ボタン、シェアボタン、これが別にどこにシェアしなくてもいいんですけど、押すだけでいいんです。そうするとチャンネルが評価されて規模が大きくなるらしいですね。さあ最後行きましょう。皆さんお疲れ様でした。僕たちの理念は僕たちだけで幸せになっていこう。自分が幸せになると人に親切にできる余裕が生まれるから、親切は感謝となり自分にリターンが返ってくる。それが日本の未来コミュニティの当たり前となっている。それではまた来週会いましょう。バイバイ。100円って言ってんの？100円っていうのは100円渡してあげるからちょっと待ってください。どうして入っちゃったのその中。